では早速作っていきたいと思います。これ、普通の段ボールです。荷物とかが送られてくる時に、これは段ボールの箱の部分ではなくて、箱の中に台紙のような底の部分に商品を守るために敷かれているような感じのものです。で、ここから作っていくんですけど、今こういうふうに段ボールって線が横に入ってますね。横というかこれを縦には使わないで横向けの状態で垂直に自分に対して向けてください。でここからが曖昧な箱作りになっていくので測りません。でだいたいちっちゃめのちょっと浅めの箱になるんですけど、まずじゃあもう本当に適当なんでね、だいたいこれぐらいの深さの箱を作りたいなって思ってるわけです今私が。そしたらこれをビーッと、これも結構適当でいいんです。できたらまっすぐな感じで、同じように測らないのでここだ、じゃあこういうふうに長さこれぐらいかなと思って、こういうふうに持ってきて、ここの辺りだわっていうことで、これもビーと同じようにちょっと押し付けて跡をつけてあげてください。見えますかね。跡をこういうふうにつけてあげました。そしたら、ここの長さとさっきここの長さとここの長さを同じにしたいんで、これもだいたいこういうふうに今度は縦向けに自分の方に向けてもらって、ここの長さだからこれぐらいっていう感じで、じゃあこの線のあたりですねっていうことで、またこれも印をつけます。でもここは段ボールの線が入ってるので、逆に垂直に手を一生懸命動かさなくても入れたらスーッと自然に線が引けますよね。はい、そしたら反対側も同じようにだいたいこれぐらいかな。じゃあここぐらいですねっていう感じです。これも同じように跡をつけてあげます。ずっとちょっと少しぐらいグッと入ってもいいです。気にしないでください。そしたら結局完成したものがどんな感じの箱にしたいかっていうと、今これがこういうふうに今折り目をつけたところですよね。こういうふうに。でこれの測らないですから何回も言いますけど、だいたいここ真ん中でもう今ここの部分のこの長さですよね。真ん中からここの部分の高さを取りたいんです。ここの真ん中からもだいたい今ハサミでだいたいこの線もいくつぐらいかって分かってるわけですよね。そしたらだいたいこことここかなって感じで印つけるんです。さあこれをビーッとまたビーッと線に沿って、どこでした？ここでしたね。こういうふうに線をちょっとこういうふうにつけてあげてください。そうしましたら全体図がこういう風になるわけです。こういう風になります。でこういう風な箱を作りたいということです。見えますでしょうか。そしたらちょっと、横が見づらいので、こことこことこことここに切り目を入れていきます。でこの引いた線まで切り目を入れます。切り目入れます。反対側も同じようにしてください。切り目を入れます。でもここまで入ったらどっちでもいいんですけど、一応この部分をピラピラ出たものを中に入れてあげた方が綺麗ですよね。
で一応こう私はいつも、プラスチックとかのこうナイロンセロハンテープとかじゃなくて同じ紙のものだったらこうポンと捨てられるからマスキングテープを使うことが多いです。結構しっかりと待ってくれます。粘着のね弱いマスキングテープなんですけど、こんな感じですね。こんな感じ、はい、で同じようにここも留めていきます。そしたらもう何が出来上がるかこう分かってくださると思うんですけど、こっちも同じようにこれをぐっと折り込みます。でまずこれを立てなきゃいけないんですね。こういうふうに立ててこれを入れてあげる、これを入れてあげる。で同じように留めてください。もう一回こっきりで捨てるような箱だと思ってもらったらいいです。そんな長く使うような箱ではないです。でこれ今このピロピロって出た部分を今こう中に折り込みましたよね。そしたらあとはこれをぐーっと倒してくるとぐっとこういう蓋ができますよっていう。でもっとしっかりこうやっぱり一回こっきりの箱とは言ってももっとしっかり留めたいわっておっしゃる方はこういった部分ですよね。こういった部分にこうピッと見えますか、留めてあげたらいいと思います。測るのめんどくさいのでだいたいこんな感じで完成です。でこういうところに私こうちょっと今先日もこう自分が焼いたこういうクッキーとかをもっと綺麗に並べますよ。もっと綺麗に並べて入れてパッっていう感じで入れたりするんですけど、でこれも結構思ったより可愛いのはこう何か中にねちょっとしたものを入れてもらって、こういう紙の紐ありますよね。こういう紙の紐でぐるぐるってしてぐるぐるってこうしてここでちょっと例えばギュッとこういうふうに、もっと長さ調節してもらったらいいですけど、こんなふうにもっと可愛く結んでもらったらいいですけど、こういうふうに結んでもらったらすごく全部紙なのでこのまま本当に燃えるゴミにポンと、何のストレスもなく捨ててもらうことができると思います。ご視聴ありがとうございます。こちらは、一応サブチャンネル、元気をみんなに便利で元気な情報を、アップしていきたいと思っていますので、メインチャンネルの方、このサブチャンネルの方、チャンネル登録、できましたらよろしくお願いします。